プロシアの歴史20、30年戦争準備編その1、神聖ローマ帝国の歴史、カール5世からアウグスブルクの平和まで。今回は、これから話を進めていく予定の30年戦争が、より理解しやすくなるような事柄に的を絞って、神聖ローマ帝国の歴史をカール5世からアウグスブルクの平和まで振り返ってみようと思います。30年戦争とはどういった戦争であったのか、一言で言おうとするなら、30年戦争とは、神聖ローマ帝国内の内紛を利用して、神聖ローマ帝国、ハプスブルク体制を弱体化させた戦争だった。誰が、イングランドとフランスが、オランダ、スウェーデンと協業して、といったように捉えようと思います。この大枠で30年戦争を追いかけていくと、意外と実際の歴史上に転がっているいろんな引っかかりが消えていくような気がします。大航海時代が幕を上げ、ヨーロッパは新世界争奪戦へと突入しました。新世界争奪戦が激しさを増す中、ヨーロッパにおいてもハプスブルクとその周囲の争いは激しさを増していきました。あまりにも権力と富を集中させすぎたハプスブルクが、その上さらに新世界までをも独占しようとしたことが周囲に反発や反乱を引き起こした要因ではなかったのか、といった議論はこれまで何度もしてきました。では一体ハプスブルクがどれほどの権力を持っていたのか、独占していたのか、全盛期と思われるハプスブルクカール5世が何を受け継ぎ、何を引き継いだのかを見てみましょう。カール5世は1506年、現在のオランダ・ベルギーあたりの領土を受け継ぎました。1516年にスペイン、1519年、オーストリアを受け継ぎました。オーストリアはハプスブルク先祖伝来の土地で、相続はハプスブルクのみの話し合いで決めることができました。であったのに対して、スペインとオランダは、ハプスブルクが世代間婚姻政策を通じて手に入れた土地でした。具体的に言うなら、ハプスブルクの男子とスペインやオランダ王家の女子とを結婚させ、その間に生まれた男子にスペインやオランダを引き継がせ、ハプスブルクの領土としてきた土地でした。王位はハプスブルクの男子のみに引き継がれました。ハプスブルクにとって結婚は、ハプスブルクの権力を増大させるための外交政策であって、結婚を機に相手方と対等で良好なパートナーシップを築いていこうという発想はハプスブルクにはなかったようです。スペインがハプスブルクとの結婚を進めた理由は、フランスとの対立関係においてアドバンテージを得るためだったと考えます。スペインはハプスブルクの相続に表面上は同意していたとは思いますが、すべての遠戚や外戚までもがことごとくハプスブルクの方針に納得していたかは疑わしかったと思います。オーストリアとスペインやオランダ、どちらにハプスブルクがより盤石な権力基盤を持っていたかというならば、それはオーストリアだったというのは妥当だと思います。この視点は30年戦争において、フランスが対ハプスブルク戦略をどう構築していったのかを探る上で、重要なポイントになってくるような気がします。一方、神聖ローマ皇帝は、ハプスブルクの一存で決めることのできない地位でした。帝国宣教という選定皇たちからの選出と、戴冠式という教皇からの同意承認が求められる地位でした。1519年帝国宣教で、カール5世が新しい王に選ばれました。1520年ドイツ王戴冠式、そして1530年神聖ローマ帝皇帝戴冠式が行われました。これらのプロセスを経て、1530年までにはハプスブルクはヨーロッパのかなりの部分を手に入れていたように思われます。これに加えて新世界までをも手に入れようとしたわけですから、ハプスブルクの周囲に圧力や反発が生まれたのも当然だったのかもしれません。次はカール5世が何を引き継いだのかを見てみましょう。シュマルカルデン戦争、アウグスブルクの平和の後、カール5世はオランダとスペインを息子フィリップ2世に、オーストリアと神聖ローマ皇帝を弟フェルディナンド1世へと引き継ぎました。ここで焦点を当てたいのが神聖ローマ皇帝の引き継ぎです。
フェルディナンド一世は帝国選挙で選定公たちによって新しい王に選ばれはしましたが、戴冠式、教皇の承認を得ることはできませんでした。それはなぜかといえば、教皇がアウグスブルクの平和を認めようとしなかったからです。これだけですと話が分かりづらいと思いますので、ハプスブルクへの対立行動の歴史を振り返りながら、なぜ教皇がフェルディナンド一世を皇帝とは認めなかったのか、その理由を探ってみようと思います。この振り返りでの最初の対立行動を1519年の帝国宣教とします。イングランドのヘンリー8世とフランスのフランシス1世がハプスブルク・カール5世の対抗馬としてこの帝国選挙に立候補しました。この時は教皇の思惑を振り払ったザクセン選定公フレデリック・ザ・ワイズの帝国に対する献身的で賢明な行動によってカール5世が新しい王に選ばれました。神聖ローマ皇帝の地位がイングランドやフランスに渡ることはありませんでした。次の対立行動を1546年のシュマルカルデン戦争とします。いわゆるプロテスタント王と呼ばれる諸侯たちが帝国会議においてルター派の容認と一定の権力・権益の割譲を求める訴えを起こしました。この抗議行動がシュマルカルデン同盟の結成に至り、さらにはシュマルカルデン戦争へと進展しました。シュマルカルデン戦争はフランスをも引き込んだ帝国を崩壊させかねない危機に陥っても、お互いが終戦の糸口を見つけ出せない状況でした。帝国崩壊の危機を回避しようとしたハプスブルクが、彼らの領土は彼らの宗教という決断を下して、シュマルカルデン同盟にルター派容認と一定の権力・権益の割譲を認めて、シュマルカルデン戦争は終わりました。アウグスブルクの平和を実質的にまとめ上げたのは、ハプスブルクのフェルディナンド一世とウェッティンのアウグストスでした。このことを教皇がフェルディナンド一世を皇帝に認めなかった理由付けの取り掛かりにできると思います。教皇はルター派もアウグスブルクの平和も認めようとはしませんでした。アウグスブルクの平和を認めなかったわけですから、ルター派を容認したフェルディナンド一世を皇帝として認めることもなかったということです。ハプスブルクがどれだけの権力や富を独占していたのか、そのことを快く思っていない人たちがどれほどいたのか、これまでなかなか適当な訳が思い浮かばなかったランドグレーブやマグレブという言葉がなぜ辺境伯と訳されたのかぼんやり見えてきた気がします。もともとが神聖ローマ帝国の外縁にあって、周辺競合に対峙する最前線にあった諸侯、いわゆるマグレブやランドグレーブたちが、大航海時代が始まって新世界が出現したことにより、世界地図が書き換えられ、これまでの神聖ローマ帝国の外縁は、もはや外縁には相当しない地域になった。ハプスブルクは教皇の後ろ盾を失い、数ある諸侯の中の最大勢力に過ぎなくなった。諸勢力諸侯はそれぞれの利益や資源や地理的条件や戦力といったものを勘案しながら、互いに同盟相手を探し求め相争うようになっていった。そんな個人的感想を述べて話を終えようと思います。今回は以上です。ありがとうございました。